からちょっと産直見に行こうと思って。直売所か。うん、行ってみましょう。行ってみよう。リンゴです。美味しそうだね。とっても美味しそうだね。赤くってすごいね。もうリンゴだらけだね。こんな細い道のこんなところにもリンゴがなって。っていうかさ、なんか家の区画の中にリンゴがあるぐらいの。隣はリンゴですっていうね。ねその先が北進語学道路だ。綺麗な道、今日は天気が悪いからあんま見えないけど、そうだね。そこ右曲がってすぐであるみたい。さっちゃんあるよ。あ、そうそう、それそれ。あ、さんちゃんじゃん。さっちゃんじゃなくてさんちゃん。うん、さんちゃん。あ、さみず農産直売所だ。リンゴが8個で600円ぐらい。クイーンルージュ900円。奇跡的な安さ。いいね。リンゴ買いに来たんだけどね、すごいよね。クイーンルージュは高いもんね、まだ。高いよねえ、シャインは安いけど最近。でもここシャインマスカット500円ぐらいでいっぱいあったね。うん。いやーよかったなよかったね。買えた。今一粒食べたけどすごいね。あれすごいよ。甘いのはもう当然じゃん。シャインも甘いし何でも甘いじゃん、ブドウって今時、だけどこの香りがすごいね。いい香りすっごいなんかもう独特のさ、シャインマスカットにも似てるんだけど、それをさらに濃くしたような。全然香りとか味は違うんだけどさ、マンゴーあるじゃん、マンゴーも高級なのというか美味しいのってすごい強烈な香りするじゃん、あ、まあドリアンもそうかな、でああいうのダメな人いるじゃんやっぱり。ドリアンもマンゴーも、あとパパイヤとか、それに通ずるものが下手したらあるぐらいの香りの強さ。これブドウじゃないじゃんって思うぐらいの香りの強さ。でもそれは美味しい方の香りなんだけどね、もちろん。これはすごいね。やっぱり今の一押しはクイーンルージュだね。そうだね。まあシャインももちろん美味しいんだけど、シャインは多分もうさみんな知ってるしさ、ね、どこでも売ってて、スーパーでももう大体売ってるじゃん、長野だったら。そうだね。だけどクイーンルージュはまあ結構最近よく見るけど、シャインマスカットがまあめちゃくちゃ安くなってきてるから、4、5年前、5年10年前のシャインマスカットぐらいの値段がしてるじゃん、クイーンルージュ。今一房1500円から2000円ぐらい、だからちょっと高くてなかなか買えないんだけど、ここ900円だったし、このうまさだったらそりゃ買いたくなるなっていう。まあね、めちゃくちゃ美味しかった。びっくり。最近なんか美味しそうなシャインマスカットの目利きができてきてそうそうそう、こういうのが美味しいんだって。なんかくすんでる感じのさ、ちょっと白っぽいやつ、そうマットな感じの、透明な感じのは、香りがあんまりないんですね。ちょっとマットで張りがあるやつ、ね、そう、わかるよそれは。その方式でいくとクイーンルージュはまだ全くわからない。全くわからない今のところのさ直売所のリンゴは相当安いね。安いね。結構大きくて8個入って600円とかさ、1個100円しないぐらいでいっぱいあったよね。まあ家庭用だけどね、あれならでこんだけ産地だったらさ絶対美味しいしいいよね。いいでしょうね。意外と産直でも高いとこあるじゃん、ね。結構離れてるからさここ、ね、ちょっと遠いから観光客の人がちょっと来づらいところじゃん。まあね、ああいう大きな道路沿いじゃないし、高速とか国道の。もう一個産直があったんで寄ってこう。
こっちはムーちゃんだって。じゃあむーちゃん、あ、多分群れだから。群れだそう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 。群れ駅があったから、そうそうそうこに群れ温泉もあるし、群れっていうとこいやなんかさっきからサンちゃんとかさムーちゃんとかなんだこれは変な名前つけてと思ったらそういうことだよね。そういうことだねね。面白いよ。これ350円。安いな。7個入って300円。これで300円。すごいよね。これで300円は相当入ってる。いや嬉しいな。買えたね。買えたね。安かったな。今まで一安いかも。まあちょっと小さいけどね。10個で300円。シナノスイート。ちょっと小ぶりのね。でも1個30円ってすごくない？ねえ。なかなかないよね。お、ここもなんかいっぱいあるね、この通りは。すごいね。いいね。よし、では温泉行きますか。はい。温泉はもうこの近くの豊野温泉、りんごの湯だね。はい、到着です。あ、そういえばさ、この1階も産直だったよね。そうだよ。ね、前りんご買ったよね、そういえば。うん。ここなの。今日結構安かったぞ。250円であった。行きましょう。いいです。今は小布施だね。やっぱ混んでるね、小布施。ちょうど栗の時期なんで。で、これから今からね、今更感はあるんだけど、新しくできたところに行ってみます。はい。イオンです。10月か。でもまだできて 2,3 週間かな。そうだよね。そのくらいかな。なんかすごいじゃん、大きいのできるって言って、できる前すごい騒いでてさ、ね、2年ぐらい前からもともとはコストコができるかもみたいなね、噂があって、途中でイオンに変わって、ようやくできたっていうことなんで行ってみましょう。はい。まあイオンだからね、そんなに変わらないと思うんだけどね。変わらないと思うけど、なんかすごい人気なね、レストラン、ラーメン屋さんだと何屋さんだったかな。いいね。なんか長野県初出店の何かがあるらしい。そう何かわからん、よくわかんないんだけど。そういいじゃん。まあそこがここのイオンにあるから混んでてさ、他行ったらガラガラなことも多いから、まあ無理して並ぶことないかなとは思うけど、食べはしないかもしれないんだけど、まあ、様子を見にね。長野だと松本のイオン時々行くじゃん。松本行った時に、あそこも面白いもんね。そうだね。あんまり長野県に大きいさ、そういうお店がないから、あそこに入ってる H&M が激安なんですよね。そこで H&M の安くなってる商品をいっぱい買うっていう。だって運動用の T シャツとか600円とか700円とか、めちゃくちゃ安いんだよね。そればっか買いに行くっていうね。見えてきたよ。大きいな。大きいね。あ、でもこれ駐車場が屋内止めれないからさ、外しか止めれないからどうだろう。いっぱいあるでしょ。激混みじゃないか。大丈夫か。あ、すごいね。イオンの周りはリンゴ畑。すごいイオンじゃない。すごいね。ねえ。なんかイオンモール松本よりね、3割広いらしいよ。県内最大級のイオンモールらしいよ。だけど周り見たらそうだよね。だって、松本のイオンって割と街中じゃん。駅からも歩けるよね。ちょっと遠いか。ちょっと遠いけど、まあ歩けなくはない。だけど一番さ、なんか人気な観光地あるじゃん。蔵通りみたいなところ、中町通りみたいなね。そこからも歩ける距離だったと思うから。それに比べたらここはだって田んぼとさ、もう車で来ますっていうところからね、インターのところ。そう、インターだもんね。須坂中のインターか。インターだし、そうだよね。
県内初出店が58店舗もあるんだってよ。約170の専門店と約1100の100席のフードコート。おお、なんかすごそうだね。なんか広いらしい。足疲れちゃうな。やっぱり長野だから山が近いから、もうイオンの周り360度山じゃん。本当だね。だからもうどこにもめちゃくちゃ行きやすいもんね。うん。それこそ米子大幕府も行けるし、志賀高原も近いし。なんかさっき看板出てたね。出てたよね、マイカー規制って。そうそうそう。規制かな今。今紅葉が綺麗なんでしょ。そうそう綺麗だね。なんかすごいよ。地元食材や加工品を扱うテナントを集めた須坂蔵っていうのがあるんだって。あ、いいじゃんそれ。それ楽しそうだね。そういうのがいいね。ここに来たらなんかそういうテナントを見れるってこと。地元の食材とかを使った。なるほどね。須坂もいい町だしね、ちょっと昔のところがあったりさ。リンゴとか置いてるのかな。じゃない。ほらもう前はあんな山だもん。奥すごいでしょ。なんか北アルプスだよね。全然止めれる。武蔵もようあるから武蔵側に止めていこうかな。でっかいの。お、上信入ってるじゃん。スポーツデポも入ってる。本当だ。日産すごいね。いやーいいな。これはやっぱ長野だね。このイオンモールの周りが全部山っていう。しかも結構高い山見えてるよ。なんかちょっともう白いしね、奥。いやーすげえ。こっちもこっちもこっちも全部山です。わあ、すごいじゃん。こんな広い庭いっぱいあるよ。なんか本当だ。へえ。ペットはすごいよ。館内もリードをつけてペット連れて行けるんだ。多分ね、そういうことだよね。抱っこ紐はよくわかんないけど、なんかルールがあるみたい。すごいね、いろいろ入ってたね。中はね撮影禁止だから。でも庭がすごいいろいろあった。ソニプラとかコスメにシャネルもあったし、すごいね、いろいろあったね。めちゃくちゃ綺麗だし、本当にお店がなんかいっぱい入ってるね。入ってる。なんかいつものイオンとちょっと違う雰囲気だった。上上がって上から見てみようかな。うわ、いいね。今日は天気悪いけどさ、天気良かったらここでなんかのんびりお弁当食べたりさ、いろいろできそうだね。すごいよ。15分ごとに床から水が出ますって。夏いいんじゃない。へえ。フードコートだ。すげえいい。こんな感じです。この眺め。あそこの奥かな、米子大幕府は。そうだよね、多分。でここの真正面登ってったら菅平だ、多分。そうでしょう、須坂だもんね。面白かったね。面白かったね。でも A ちゃんの M が入ってなかったな。入ってなかったね。ちょっと残念。夕焼けが出てる、ちょっとね。結構美味しそうなレストランもいっぱいあったし、いいね。ゴンちゃんも入ってたし。そう、ゴンちゃんも入ってたしね。でも空いてるね。思ったより空いてて、そんななんかコストコのオープンみたいに混んでなかった。週末は混むのかな。週末は混むんじゃないかな。ではお腹が減ったんで、パンに行きましょう。久々に虎食堂に行きます。近いでしょ。ここから5、6分。ここからね、10分ぐらい。結構離れてんだ。綺麗だな。これでも都会の人からしたらさ、イオンからこの眺めが見えるだけでも来たくなるよね。一面山でさ、でテラスもあっていいよね。いいよね。フードコートから見える、ね。そう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 。すげえ。超綺麗。
そこだよね。あ、お腹減ったな。何食べようかな。やっぱ焼肉定食かな。がっつり行きたいからな。はい、到着。うわ、混んでるな。すげえ。こんな混むんだ。行ってみましょう。うわ、いい匂いするな。それだね。同じメニューになっちゃった。まあいいでしょう。あ、もつ煮もあった。ご飯、おかわり自由。あ、お味噌汁もいいんだ、おかわり。へえ。来ました。ご飯、お味噌汁、キャベツ、おかわりできます。いただきます。美味しい。ご飯とキャベツとお味噌汁がおかわり。自由。女性はね、最高10杯。男性は17杯。すごいニンニクでさ、美味しいよね。めちゃくちゃ美味しい。ね。すごい。ガーリックはすごい入ってます。そう。最高だ。このキャベツがさ、ドレッシングないんだけど、このタレにこうわかる。このタレにすごい使ってて超うまいの。お漬物も美味しい。焼肉のさ、100g1700 円で150、1800円、倍の200で1900円、200円しか変わらないの。これは超大盛りがいいよね。でもひたすらご飯いっぱい食べる人はここを波にしとくのか分かんないね。順調。ご飯ねご飯とキャベツそちらも早いね。はい、キャベツもたっぷりご飯ちょっとって言ったの。そりゃ寅さんだもんわんこそば方式だ。お腹いっぱい。お腹いっぱいだね。相当お腹いっぱいだね。あれご飯のお茶碗も大きいからさ。丼だからさ。そうお茶碗がね。あれ10杯ってすごいね。いや10杯は無理だね。男の人17杯だよ。へえ。どういうことだろう。3杯か4杯食べたら確かノートに書いてくれたと思うんだ。そうなんだ。いや絶対に無理だな。だよね。絶対に無理。いやー美味しかった。でも美味しかった。しみしみキャベツ超美味しいね。さあ果物買うならここが一番いいです。道の駅オアシスオブセのこのお100ショップの秋、リンゴとかブドウとか買うならここが一番僕らは好きですね。リンゴもあるしブドウも溢れてます。キングルーもいっぱいいる。シャインマスカットだもんね、食べるの。こんな感じ。シャインが500円、クイーンルージュが800円。安いな。もっと房の大きいのとかもいろいろありました。さあ小布施の道の駅から今度は高山村の方に向かいます。でね、ちょっとさっきの道の駅と日にちが変わってもうちょっと秋が深まってるんだけど、
次ね、ここら辺でおすすめの直売所はね、去年かな一昨年も行ったんだけど、リンゴの直売所屋さんがあって、JA 長野高山共選所っていうところ、すっごい安いの、リンゴが。安いよね。箱買いで、でなんか前行った時は業者みたいな人がさ、関西とかいろんなところから来ててさ、みんな10箱20箱買ってっちゃうから、9時オープンなんだけど、もう9時半ぐらいにはさ段ボールがなくなるぐらいの勢いだったから、ちょっと早めに行った方がいいかもしれないね。そうだね。で12月のね中旬下旬ぐらいまでかな、やってるのが多分、まあその年によって違うと思うんだけど、まあでもね、ここの周辺は JA が何個かあって、そうそうでみんなこの時期はリンゴとかもやると思うから、ここだけが売ってるってわけじゃないんだけど、そうそうそう、JA で直接やっぱり買った方が比較的安いと思うんだよね。と思ってるの俺らも、最初に紹介したさ、あっちの飯綱町のリンゴ屋さん2つあるでしょ、あそこが結構穴場だなと思って、ちょっと遠いから、長野市からも、あまり観光の人向けではないのかもしれないんだけど、だからかめちゃくちゃ安かったから、結構安かったよね。安かった。10個300円とか奇跡的だからね、まあ小さかったけど、まあでもいろんなサイズの売ってたしね。そうそう、大きいのもあったし、まあお好きなものをどうぞってそう感じなんだけど。そうだからどっちがいいかはちょっとわかんないけど、これからまあいろんなところ行ってみるとね、面白いよね。そうだいたい相場感がつかめるしさ、おお野沢菜だ。野沢菜じゃんねえ、またマップを手に入れててね、長野県全域農産物直売所マップ、すごいよこれ。いつ手に入れたんだろうこれ。全部でね200件ぐらい出てんじゃないかな。これでいくとやっぱり北進は特に多くて、でその中でも小布施とか須坂の周りはなんか集中してブワーってあるね。なんか別マップになってる、ズームされて拡大図になって、いっぱいあるから、そうそう、多分ぶどう屋さんが多いのかな。でやっぱり真ん中南に比べてここら辺ちょっと安いかな、リンゴとかシャインマスカットとか。そうだね。1000円出したらシャインマスカットなんかすごい立派なのを買えるからね。でこの前ねちょっと南の方の道の駅見たらやっぱり一房1500円ぐらいしてたから、やっぱここまで来るとリンゴもブドウも安くなるなっていう感じはある。だから温泉と合わせてとかさ、紅葉と合わせてとかいいと思うね。紅葉が先終わっちゃうけど、紅葉が終わっちゃってもここら辺でそういう味覚を楽しめるからさ、秋の味覚をおすすめです。おお、ぶどうだね。ぶどうだよ。朝日に浴びて綺麗だね。おお、今度はリンゴ。リンゴだ。うわ、美味しそうなのいっぱいできてる。ねえ、この信号を右だね。混んでるかな、どうだろうね。信州高山、ここ。もう開いてる？まだじゃない？まだか。これです。群馬名月もあるじゃん。名月もそうだよな。すごい奥でリンゴが流れてきてるよ。ってあそこね。今日は比較的空いてるね。空いてる。まあこれからでも増えてきたかも。買いました。重い。シナノゴールドと群馬名月とユイ買いました。いっぱい。ちょっとこのユイって食べてみるね。新しい品種。
いただきます。新しい品種じゃないか。希少種って書いてあったかな。甘いって。あ、甘い。うん。次はね、また小布施の方に戻って、松沢農園直売所っていうところ、ここちょっと行ったことないんだけど、ちょっと気になってて行ってみましょう。はい。あ、もう小布施だね。町営の駐車場とかのところか。ここ左なんだけど駐車場がないかもね。ちょっと無理かもしれない。このだけど焼き栗とかがねあるの。いいでしょ。買ってこようか、俺焼き栗。ね、どうする？いいね、秋に小布施の栗買いました。焼き栗だからすぐ食べれるし最高じゃんね。これめちゃくちゃいい。一つ食べてみます。めちゃくちゃうまい。うまいな、甘くて。いいじゃんこれ。買いましたよ。ちょっと車でフラフラしててもらったけどすごいよ。こんな感じ。わあ、すごい。すごいでしょ。立派な栗ねえ、6個かな。6個で500円。まあ高級だけど小布施の栗なんだって。小布施の栗でもう焼いてくれてるからさ、いいでしょ。いいね。あ、食べてる。どうぞ。え、ここでタダでどうぞ。やべえ、ここはタダで配ってるらしい。食べてみる？美味しいよ。いただきます。結構美味しい。甘くて大きいな。大きいでしょ。すごい大きい、めちゃくちゃ大きい。いただきます。あ、こんないい匂いする。いいでしょ。美味しい。いいよね。からお返しします。はい。美味しい美味しい。こんな大きな立派な栗。ね、すごいね。結構やってるんだね、焼き栗。前からあったかな。すごいね、こんないっぱいあるんだ。そしてどう？ここは小布施の朱雀はやってる？やってそうだね。おっと、ほんと美味しいな、この栗。美味しい。ホクホクだね。今回は何箇所だ？飯綱で2箇所、道の駅、今の栗、あと共選所か。でこの秋の時期にね、おすすめなちょっと直売所を巡ってみて、まあリンゴとブドウが中心かな、で回ってみたんだけど、まあ、この時期はここら辺が一番お得かなと思うんだけど、また桃の時期はね、あっちの須坂の松代の方か長野市の、とか、あと川中島の方とかもあるし、でキノコだったら稲の周りもいっぱいあるし、で松茸だったらね上田の周りだし、まあ、それぞれ特色があると思うんだけど、ちょっとおすすめの直売所をちょっと回ってみたんで、まだね11月いっぱい、12月の頭ぐらいまではリンゴも出てると思うから、紅葉終わってもぜひ
ここら辺にふらふら来て、うん、で温泉とセットでね、いいね。野沢温泉もあるし、うんいろんな温泉あるんで、うぜひ巡ってみてください。ん、はい。はい、今日は以上です。